明けましておめでとうございます。今年は2024年。私は辰年なので年男です。今年もよろしくお願いいたします。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。先日のやってはいけない行動という動画で純粋性という言葉が出てきました。それなので今日は純粋性についてもうちょっと詳しく語ります。あら奥さんたらやーね、私だって純粋だった時があるのよという感じの会話も聞こえてきそうです。純粋というと人間だったら悪いことをしないままでまっすぐに清く正しく生きている人という感じでしょうか。私はこっちに曲がってあっちに曲がって、いろんな曲がってる時になんかまっすぐになってるというタイプかもしれません。純粋性については、この本、こちらもそうなんですけど、いろいろと書かれています。いつもは何ページのどこと紹介するのですが、純粋性の話は至るところに書かれています。超越瞑想のテクニックというのは純粋になるテクニックということもできます。それぐらい純粋ということは超越瞑想と関わりが深い言葉になっています。じゃあ不純なのはダメなのと思われるかもしれません。いやー、自分は適当でいい加減で不純な感じが楽しいから超越瞑想はいらんという人もいそうですね。そういう方ちょっと待ってください。不純がいいっていうわけじゃなくて、適当でいい加減で適当に楽しんで遊びながら生きる、そういう人生を送りたいと思っているのであれば、超越瞑想を実践した方がかえってスムーズにそういう生活を送ることができます。不純万歳とまでは言いませんが、純粋でなくても楽しければいいと思います。ただ不純というのは本来の自分以外のものが入り込んでしまっているという意味もありますから、自分に属さないものを体から追い出してすっきりするというイメージでもいいと思います。多分元々の言葉の意味としては、本来の自分ではないものが心や体に入り込んでいるというものだと思います。例えば自分の中の嫌な思い出、嫌いな自分、ストレス、不安、自信のなさ、そういうものも不純物と呼んでもいいかもしれません。さて、それらのものを自分の中から追い出すのはどのようにすればいいのでしょうか。ノウハウ本を読んだり、誰かに教わったりしながら自分なりに努力をしますか？しかしそれはなかなか難しい方法です。簡単な方法は、まず自分の中の純粋性に触れることです。そうすれば不純物がなくなります。例えば散らかった部屋があるとしましょう。それは不純物だらけという表現もできます。そこで不要なものを捨てて、部屋をきれいに掃除して整理整頓をすると気持ちがいいですよね。その状態でゴミを持ってくると、それはちょっと部屋に置きたくないというふうに思います。一度きれいな状態を体験してしまうと、余計なものは部屋に入れたくなくなります。掃除をしてきれいにした部屋はしばらくはきれいです。でもだんだんと汚れていきます。そこでまたきれいに片付けます。それを繰り返しているうちに、だんだんときれいな部屋がキープできるようになっていきます。部屋をきれいにするコツがわかるんですね。これは超越瞑想の原理と似ているのですが、超越瞑想では純粋意識と呼ばれる意識状態を体験します。そうして瞑想が終わると普通の生活に戻ります。そしてまた瞑想をして
純粋意識を体験します。こうした繰り返しで純粋な状態を自然に維持できるようになっていきます。超越瞑想の場合には、純粋意識を体験するときにあなたの中の不純なものが消えていきます。それはとても簡単です。この話は多分普通の人には全く興味がない話だと思います。でも超越瞑想を学んだ人やこれから学ぶかもしれないという人には興味深い話だと思います。冒頭でも言いましたが、別に純粋でなくてもいいやっていう人は多いかもしれません。子供の頃には純粋だったなーってしみじみ思う人もいますね。そういえば高校を卒業する頃に大人って汚いとか大人って嘘つきとかこの世の中の状況を知ってがっかりする子どもたちもいるようです。そしてなんとなく周囲に合わせてしまって嘘をついたりズルをしたり仲間を裏切ってしまう人も出てくるのかもしれません。でも本来は純粋な自分でいたいのではないでしょうか。いかがでしょうか。ピュアな自分は輝いていそうですよね。プアではなくてピュアです。ということでここからはガラリと話題が変わって人間の純粋性がアップするメカニズムについて語ってみます。これはマハリス先生の話ではないのですが参考になればと思います。さてでは純粋性のメカニズムについてです。水に塩を溶かします。溶けますね。水だけの時に比べると不純物が混入したという表現もできます。ある程度まで溶かしていくとこれ以上溶けなくなります。でも温度を上げるともっと塩が溶けるようになります。では逆に温度を下げてみます。そうすると溶けていた塩が溶けきれなくなって出てきます。ゆっくりと0度に近づけていくと氷になります。その時に塩が出てきます。専門用語では析出と言います。今ちょっと歯の矯正をしているので言いにくいです。析出です。透明な氷を作る時にはゆっくりと冷やすだけではなくて、多分凍る方向を工夫したり、氷ができる途中で不純物を、掃除機で吸い取ったりとか何か手を入れているようです。ちなみに温度を上げて塩を溶かした状態で急冷をしたとします。そうすると塩が混ざったままの氷ができます。これはですね、例えばアルミニウムの中に銅とかマグネシウムとかシリコンなどを入れて合金にして高温に熱してから急冷するとアルミニウムの中に溶け込んだままの状態になります。それによって柔らかいアルミニウムが車のホイールなどの強度部品に使えるようになります。これは溶体化処理と言います。実は私の専門分野です。アルミニウムを高温から急冷する仕事と私たちが活発な行動から静かに休息することとなんとなく似たようなことを行っています。さて話がちょっとそれましたが、温度が低くなった時に不純物が分離されて出てくる、こういうのは自然界で見られる現象です。眠くなってないですか？ついてきてますか？ちょっと続けますね。物質の温度が低いっていうのは物質の活動が減少している状態です。エネルギーが低くなっているとも言います。こういうふうに活動が減った時には純粋性が増すと表現することもできます。不純物が出ていってしまうので純粋になっていきます。人間に置き換えてみると、瞑想中は心が静かになって、それに伴って体も活動が静かになります。心も体も休まっている状態ですが、その時には純粋性が増していると言われます。超越瞑想では意識の奥にある純粋意識と言われるものを直接体験するんですが、体の活動が低くなることを経験します。
そしてそこから出てきて日常生活に戻るのですが、瞑想中に体験する純粋意識が活動中にも維持できるようになっていきます。それによって日々の活動の中でも純粋性が失われない状態になります。この純粋性というのはただの綺麗事という感じではなくて、あなたがあなたらしく生きていくということです。健康で楽しく生まれてきてよかったと思いながら過ごす日々は心の純粋性からやってきます。あなたの中の純粋意識を体験したいという方はぜひ超越瞑想を実践してみていただければと思います。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。また、すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。これからも皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせる動画を作っていきます。チャンネル登録やいいねで応援してくださると嬉しいです。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。